皆さんこんにちは、佐藤栄太郎です。今回は、ちょっと変わったギターの、ビグスビーのアームが壊れたので、それの修理をしたいと思います。で、前回の演奏中に、現れた症状が、このアームがこうやってブランブランになってしまうと。でこれを直していきます。そのために今弦は外してあります。ちなみにこのブリッジは俺の場合は、両面テープで留めてあります。で、このビグスビーの内側、まずこのでかいスプリングを外して、ここの内側にもう一つスプリングがあるんですね。これを外します。さっきのアームのバーが緩む原因としては、このネジが緩んでる場合と、この今回のようにですね、この内側のスプリングがこうやって切れちゃって緩んじゃうっていう場合があります。これなかなか珍しい故障ですね。俺みたいにアームを多用するとこういうことになります。2度目です、この十何年の間で。でこのスプリングを新しくするわけですが、元の長さや大きさを知るためにですね、こっちの白い方の中に入ってるこのバネを取り出して、それを持ってホームセンターに似たようなバネがないか、探しに行くという流れです。行ってみよう。はい、じゃあ弦が外れましたので、スプリングを外していきたいと思います。これをめくって、これですね。はあ、思ったより短いな。こんなバネが内側に入ってます。これに似た感じのやつをホームセンターに探しに行きます。はい、ホームセンターに着きました。 DIY ホームセンターです。我が家から車で5分。早速この、白いギターから取り出したバネを探しに行きたいと思います。行ってみよう。あ、栄太郎さん。あ、ねくちゃん。ああ、おい。でっかいね君。野良猫？いや、飼われてるんじゃん。こんにちは。おとなしいね。ね。ホームセンターに猫。招き猫。お兄さんが言うのはですね、一番奥の方の、 22って。これから引き出しがいっぱいあって、そこに入ってるあネジだね。スプリングのワッシャー、バネあるわね、バネ。あ。おお。バネコーナー発見。スプリングス。ナイス。これにちょっとちっちゃい。これ一番近いよね。こちょっとでかい、それは。こ
これのどっちかじゃないかな。うん。うん。じゃあこれうん。2つ買ってこうかね。切ってもらうの？切ってもらえるかね。うちのペンチで切れればいいけど。君はずっとここにいるのかい。はい。ホームセンターでこれと同じようなこのバネ、ちょっと長いですけど、だいたい太さと、この円の大きさが同じやつを買ってきました。これを今からですね、このサイズに切って、ビグスビーの方につけていきたいと思います。ともすんともだな。わあ、いった。切れました。こっちが白いギターに入ってたやつで、こっちが今切り出したやつ。まあ大体一緒でしょ。で、じゃあこれをですね、早速赤いギターにつけて、元からあったネジで締めていきます。うん、キュッキュッキュッと。で、これがついてこういう状態と。うん。あ、ここですね。今バキンバキン。要はこのでかいスプリングに力が伝わる前に、この小さいスプリングで手から伝わるこの圧力がちょっと緩和されるという仕組みがここでできてるわけです。ここ見てほしいとこはここに効いてるってこと。このスプリングが滑らか。思うかな。このバネの具合はネジの締め具合でお好みで調整してください。あんまりありすぎると力が伝わるのが遅くなるし、あんまりきつくすると力が伝わるのが早すぎると、早くなるという感じです。じゃあ白い方に戻して、これは最初からついてるやつか俺が直したやつかどっちか分かんない。でもそれも同じようにして直してるはずだから、元からついてたのと同じバネを、似たようなバネを選んで
つけてると。うん。うん。グー。これです。新しいスプリングが入りました。あとはこれに新しい弦を貼ってアームの具合を、確かめてみると。じゃあ弦張ります。うん、治った。で、余りをですね、切り取ります。針を内側に向けてですね、指に刺さったりせえへんの？するよ。気をつけないと。これ広げる時とかにピョンって面とかついたりするから危ないか怖っ。ら。はい、これでリストリング出来上がり。はい、これでこのアームの、修理終わりです。うん、ちゃんとここにステイして、最初みたいにこのブラブラならないと。できました。以上でビグスビーの修理の、ビデオを終了します。ありがとうございました。キープロッキン。